自分の立ち位置としてはなんかね、自分としてはこうちょっと隙間産業をやってるっていう隙間産業って思いがあって、どうしても多くの方の指揮者ってどうしてもやっぱりドイツのレパートリーとかロシアものだったりとかそういうものがやっぱメインになりやすいんです。そこに来てこうフランスものを結構多くやってきてるっていうのはもうね、隙間産業的に最近イギリスものも頑張ってるんですけど、ちょっとこう隙間産業で入っていくみたいな感じがありますから、なんかこうやっぱフランスもので、最初のデビューの曲目を飾れたらなというような思いはあって、でサン・サーンスの第3交響曲オルガン付きになったんですけれど、あれだけの有名な曲ですからオーケストラね頻繁に演奏してるのかと思ったら意外とベルリンフィルはやってなくて、最後にねやったのがおそらく2016年って言ってたと思いますから、だから僕がやる頃にはちょうど10年ぐらい空いて、それもいいタイミングかなっていうこともそうですし、でフランスものできてラテン系のものからのヒントがあって、レスピーギの「ローマの噴水」っていうもう色彩感豊かな曲ですね。それとその水つながりで、今度は水つながりで噴水からの竹光さんの「ウォータードリーミング」という曲になって、これはフルートコンチェルト小規模ですけどね。でエマニュエル・パイさんの独奏で初めてご一緒させていただきますけど、すごい結果として美しいプログラムになったかなと思います。驚きましたね。びっくりしましたよね。バーミンガムの指揮者になった時点で、それまではもう本当に夢でしかなかったベルリンって文字がちょっとは近づいてしまったのかなというような感覚はなきにしもあらずだったですけど、こんなに早いタイミングで来ると思わなかったので、だから驚きました。だからわって叫びました。わって叫んで5秒は嬉しかったかな。5秒5秒は最高に嬉しかったですよ。その後はもうプレッシャーですよね。5秒嬉しいんで、あれそんなこと本当に僕にできるのかっていうのはすぐプレッシャーに襲われて不安ですよね。不安ですか？不安ですよね。それはもう正直なところ、率直なところ。ベルリンフィルを前にしてね、そんな考える余裕があるか分かりませんけど成果を出したいとか、けど全ての経験がね全部音楽に出ちゃいますから、指揮者なんていうのは。だからもちろんそのベルリンフィルの指揮台に立てること自体がモンテカルフィルズの経験とかバーミンガムの経験とか、もちろんその前の日本のね合唱団オーケストラの経験がないとなかったことですから、全ての経験を持ってね全てを出し切るしかないですよね、ああいう大舞台では。クラシック音楽業界って決してそのなんていうのかな、広い世界じゃないんですよ。どうしてもファン層には限りがあるとかっていう話になって、でどの団体もファンを増やしていきたいで、どのように興味を、持ってもらうことが頑張っているんですけど、やっぱり会場に来ていただきたいで、我々も努力しなきゃいけないのは会場で待ってるだけじゃなくて自分たちから出かけていかなきゃいけない、っていう努力も一つなんですけどそれが中であれ外であれ人が集うこと自体に意味があるんだと思うんですよね。でこれ竹光徹さんがおっしゃったんだけど、人が集うということ自体が人間性や社会性の復帰の場であると。つまり音楽会コンサートっていうのは社会性人間性の復帰の場なんだって、なかなかそういう言い方ね、そこまでの大胆な言い方はする機会はない。どうしても音楽は楽しいものだから、それももちろんそうなんですけど、なんかそういう社会性人間性の復帰なんていうね、ちょっと真面目な感じですけど、そういう立場からも考えていくと、みんなで集まりましょうよ、そこに音楽があるっていう、やっぱりコロナでね集まれなかったもんですから、集まれるんだったらなぜ集まらないのみたいなみんなでそれが新しい出会いの場になってっていうふうに、文化の根本的なことですよね。やっぱりそこの音楽の意味ってやっぱりすごい人が集まるために音楽が存在する。
かそうなっていけばいいなと思うから、ぜひ今までお越しになってた方も来ていただきたいし、こちらからも出かけていかなければいけないと